こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はガンダムチョコサプ第2弾。前回ジオングを作ったのですが、これが楽しくて、追加で何個か買ってしまいました。実は、ジオングを作り終えた後に、チョコサプの在庫が潤沢にあった店に行ったのですが、1個もない。あれだけあった在庫がない。と、軽い絶望を覚えたのですが、足しげく店に通い、在庫が復活した時点で追加のチョコサプを購入することができました。今だとまだ手に入る可能性があるので、よかったら色々な店舗で探してみてください。はい。それではチョコサプの中身を見ていきましょう。相変わらず結構大きいチョコですねこれ。開封直前まで冷蔵庫に入れておいたので、チョコレートがカッチカチになっています。冷えたチョコレートであれば真ん中の分割線で綺麗に割れると思っていたのですが、逆に硬くなって開けづらいですね。思いっきり手で挟まないと開けられませんでした。ですが、この状態のチョコレートは食べやすくていいですね。さて、肝心の中身は何でしょうか？前回はジオングが当たったので対となるガンダムが欲しいのですが、ガンダムではない気が。これは、シャーザクや。ジオングからのシャーザクは悪くないですね。むしろ全然あり。ガンダムよりも良いかもしれません。ここまで来たら残りの、スゴット、シャア専用ゲルググが欲しい。チョコサプは全19種類。19分の2か。かなり厳しいですね。それでは当たったシャア専用ザクを組み立ててみましょう。今回当たったシャア専用ザクは、機動戦士ガンダム第10話、ガルマチルのシーンを再現したものみたいですね。ガルマねー。オリジンのガンダムを見ていると良いやつっぽいんですけど、最終的には残念なことになってしまいましたね。と、雑談はそこそこに。今回のシャア専用ザクの作成プランをお話ししたいと思います。まずは各部の改造。組み立てただけでも十分にかっこいいザクなのですが、少しチープな部分が目につきます。この個人的に気になる部分を改造して、筆塗り塗装でシャア専用ザクを仕上げてみたいと思います。この小さいモビルスーツを塗装するっていうのが絶妙に楽しいんですよね。さて、組み立てが終了したので、シャア専用ザクの改造を始めていきたいと思います。はい。それではシャア専用ザクの改造を始めていきます。まずは改造をしやすいように、組み立てたザクを一旦バラバラにします。パーツをすべてバラバラにし終えたら、最初に胴体の削り込みを行います。チョコサプのザクは胴体のパイプが完全に成形されていないので、この部分を削り、パイプを作ってみようと思います。まずはシャープペンを使用して、パーツを削り込む部分に印をつけていきます。この作業はシャープペンではなく、通常の油性ペンで印をつけても OK です。今回はたまたま手元にシャープペンがあったので、シャープペンを使って印をつけました。印をつけ終えたら、デザインナイフを使用して、印をつけた部分に傷をつけていきます。この作業では軽く傷をつけるだけでいいので、動画のように力を込めないようにしましょう。デザインナイフでパーツに傷をつけ終えたら、ラインチゼルを使用して、初めにつけた傷を深くしていきます。この作業は割と力を込めて、できるだけ深くパーツに傷をつけていきます。ラインチゼルでパーツに深い傷を作ることができたら、彫刻刀の刃を、作った傷に沿って入れていきます。この彫刻刀の刃を入れるときなのですが、一方向だけ削るのではなく、胴体側、パイプ側の両方から削り込みを行い、最終的に削り口が三角形になるよう調整します。彫刻刀で胴体パーツをある程度削れたら、ザクのパイプに彫刻刀の刃を押し付け、フラットなパイプにモールドを加えていきます。この作業は、なんとなく等間隔にモールドがついていればそれっぽく見えるので、割と適当にしても OK。彫刻刀でモールドを作ることができたら、このモールドを、ラインチゼルを使って、深く加工していきます。この作業をしないと筆塗り塗装をした際に、塗料でモールドが埋まってしまいます。塗装した状態で修正するのは大変なので、今のうちにしっかり作業しておきましょう。モールドを深く彫り終えたら、胴体パーツの改造は終了です。ちょっと形はいびつですが、いい感じに仕上がったのではないでしょうか？続いて肩パーツの改造を行います。まあ、
このパーツは改造というよりも、パーツについている凹みを消すだけですね。それではパーツにある凹みを消していきましょう。凹みを消すのに使用したのは、紙やすり。この紙やすりを適当に切り出した 1mm 厚のプラ板に貼り、パーツを削り、凹みを消していきます。プラ板を当て木代わりにしているので、パーツが歪むことなくフラットに削り込むことができます。パーツにあった凹みが完全に消えたら、型パーツの作業は終了。続いてバズーカとワンブが一体成形されたパーツの改造を行います。まずはバズーカの先端にあるパーキングラインを、紙やすりで消していきます。パーキングラインが消えたら、砲身の中央に、毛書き針で、傷をつけていきます。毛書き針で傷をつけたら、この傷を目印にして、ピンバイスで、砲身に浅い穴を開けていきます。今回はバズーカに 1.5mm の穴を開けました。続いてバズーカの後ろ側にも今と同じ工程で穴を開けます。紙やすりを使用してパーキングラインを完全に消し、毛書き針で穴を開ける位置に印をつけ、印をつけた位置にピンバイスで穴を開けていきます。あ、そうそう。バズーカの後ろ側は、0.8mm のピンバイスで穴を開けました。続いてワンブとバズーカの間にあるバリを取り除きます。ここが塞がっているとあまり見栄えが良くないので、しっかり取り除きザクのクオリティを上げていきましょう。このバリを取り除く工程は、まず毛書き針で傷をつけ、つけた傷を目印に、ピンバイスで穴を開けます。この穴を開ける作業でできるだけ多くのバリを取り除きましょう。ただ、穴を開ける際に、バズーカやワンブまで一緒に削ってしまわないように注意です。ある程度パーツに穴を開けることができたら、デザインナイフを使用して、開けた穴を広げるように、少しずつバリを切り取っていきます。この作業の注意点なのですが、絶対に力を込めないでください。力を入れてプラスチックを切っていると、刃が滑った時、指に刃が突き刺さって大惨事になります。何度か指に刃が突き刺さりましたが、死ぬほど痛いので本当に注意して作業してください。パーツにあるバリを取り除くことができたら、型とワンブパーツの改造は終了になります。はい。続いて頭部の改造を行います。まずは先ほどのワンブと同様に、頭部と動力パイプの間にあるバリを取り除いていきます。ここはスペースが空いていないと、もっさりとした雰囲気になっていますので、かっこいいザクを作るのであれば穴開け作業はマストですねこれ。作業工程は先ほどと同じで、毛書き針で傷をつけ、その傷を目印に、ピンバイスで穴を開け、ピンバイスで削りきれなかった部分を、デザインナイフを使用して、慎重に切り取っていきます。頭部のバリを取り除くとこんな感じになります。見た目がかなりスッキリしましたね。続いて頭部の合わせ目消しを行います。合わせ目消しに使用したのは、瞬間接着剤。この瞬間接着剤を爪楊枝のような先端が細い棒に少量取り、合わせ目部分に少しずつ盛るように塗布していきます。大きいパーツであれば流し込み接着剤等を使って合わせ目を消すのですが、チョコサプのような小さい模型であれば、瞬間接着剤を使って合わせ目を消した方が効率がいいですね。合わせ目部分に塗布した瞬間接着剤が乾燥したら、デザインナイフを使用して、パーツにカンナ掛けを行います。合わせ目部分からはみ出た接着剤を、デザインナイフで全て削り取れれば、頭部の合わせ目消しは終了です。パーツが小さいので、表面が多少ガタガタになっても全然 OK。近くでよく見ないとあらはわからないです。続いて紙やすりを使用して、頭部のアンテナを少し薄くします。元の状態のアンテナはなかなか分厚いので、できるだけ薄くしてみます。ただ、このアンテナは小さく、ひょんなことから折れてしまう可能性があるので、控えめなヤスリ掛けをしましょう。この作業のついでにパーキングラインも消しておきます。はい。こちらが改造の終わった頭部パーツです。小さすぎて改造の成果がよくわかりませんねこれ。続いて脚部の改造を行います。チョコサプのザクには足裏にかなり大きい肉抜き穴があります。これは結構気になるので埋めてしまいましょう。ザクの足裏にある大きい肉抜き穴を埋めるのに使用するのは、アルミホイル。この用意したアルミホイルを、爪楊枝などを使用して、肉抜き穴にできる限り押し込んでいきます。今回は楽をしたいので、肉抜き穴ギリギリまでアルミホイルを詰めていきます。
アルミホイルを肉抜き穴に詰め終わったら、瞬間接着剤を、肉抜き穴部分に塗布していきます。この時、表面強力で接着剤が丸くなるほど、たくさん盛るように塗布します。乾燥に多少時間はかかりますが、他の作業をしたり、瞬間接着剤硬化剤を使えばすぐに作業に取り掛かれるので、チョコサプに限っては瞬間接着剤で肉抜き穴を埋めた方が効率がいいと思います。さて、瞬間接着剤が乾燥したら、鉄製のヤスリと、紙ヤスリを使用して、パーツと瞬間接着剤が辛い位置になるまでヤスリがけをしましょう。足の裏をきれいに削ることができればこの作業は終了です。基本的な改造が終了したら、最後に各パーツのモールドを彫り、不格好なパーティングラインをすべて消したら、シャア専用ザクに行う改造はすべて終了になります。はい。こちらが改造を終えたチョコサプ、シャア専用ザクになります。パーティングラインやバリを取り除くだけでも、かなり良い感じの雰囲気になりましたね。ざっと全体を見て、手直しが必要な部分や、改造作業を忘れた箇所がなければ、ザクにサーフェイサーを吹いて塗装を行いたいと思います。はい。それではシャア専用ザクに塗装をしていきたいと思います。まずは黒色の塗装から始めます。黒の塗装に使用した塗料は、タミヤのナトーブラック。この黒色をパーツの裏側、スカート部分の内側などにベタ塗りします。このシャア専用ザクは、スカート部分の内側だけしか黒を塗装する箇所がありませんでした。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのシャア専用キレット。シャアザクを塗るためにぴったりの塗料ですね。このレッドは結構隠蔽力が高いので、サクサク塗装が進みます。数回塗り重ねるだけで綺麗な塗膜になってくれるので、厚塗りにだけ注意して作業しましょう。続いてピンクの塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのシャア専用ピンク。これまたシャア専用機を塗装するのにぴったりな塗料ですね。ただ、この塗料は先ほどの赤色と違い、隠蔽力がかなり低いので、根気よく何度も塗料を塗り重ねないと、綺麗な塗膜になってくれません。ピンクや白は塗装が難しいですね。続いてグレーの塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレー。シャア専用ザクの胸部や、肘、膝などに使用する色ですね。この塗料はとても乾燥しやすく、塗装している最中に塗料が乾き、塗膜がボロボロになるので、手早く塗装を済ませてしまいましょう。はい。基本的な塗装が終了したので、シャア専用ザクに墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を改造時に彫ったモールドに流し込んでいきます。このザクは小さいので、濃い色の墨入れがぴったり似合うはず。引き続き墨入れを行っていきます。次は、タミヤエナメル、フラットブラックを使用し、ザクの物合い部分を黒く塗りつぶしていきます。この物合い部分は先ほどの墨入れ塗料では真っ黒に塗りつぶせないので、塗料を使い分けしっかり色をつけていきます。墨入れ塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒を使用して、モールドからはみ出ている塗料を拭き取っていきます。あ、そうそう。基本塗装が終了した時点で、シャア専用ザクに1回光沢のトップコートを拭いています。トップコートを拭く理由ですが、艶消しタイプの塗膜に墨入れを行うと、塗料が滲んではみ出た塗料をうまく拭き取ることができなくなるため、一旦光沢仕上げにして作業しています。はい。墨入れが終了したので、最後にザクの物合いを塗装していきます。まずはクレオスのシルバーで、物合いの下地を塗装します。この下地はシルバーでなくても OK。とにかく黒を塗りつぶせる明るい色で塗装しましょう。物合いにシルバーで下地塗装を行い、塗料が乾燥した時点で、ピンクをシルバーの上に塗り重ねます。しっかりと下地を作ったので、隠蔽力が低いピンクも、少ない塗装回数でしっかり発色してくれるようになりました。これで本体の塗装は終了。はい。ザク本体の塗装が一段落したので、ザクと一緒に入っていたジオラマも塗装していきたいと思います。ジオラマも一応改造しているのですが、
ものすごく地味だし、完成後にあまり見えないので割愛。それでは話を戻してジオラマ塗装。まずはジオラマの裏側を、タミヤのナトーブラックを使用して、すべて塗りつぶします。この塗装は本当に適当で OK。筆ムラなど一切気にせず、ベタ塗りして一気にパーツを塗りつぶしましょう。続いて茶色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのハルレット。この塗装も先ほどと同じように、筆ムラなどを気にせず、パーツを塗りつぶしていきます。一つ注意点があるとすれば、塗料を塗り忘れる箇所がないように、しっかり細部まで塗装していきましょう。続いてグレーの塗装を行います。まずはジャーマングレーをスポンジに含ませ、適当にポンポンと色をつけていきます。この時、初めに塗った茶色をすべて塗りつぶすのではなく、ある程度下地の茶色が見えるよう、控えめに塗装していきます。暗いグレーの塗装が終わったら、ライトグレーをスポンジに含ませ、先ほどの暗いグレーと同じ要領で塗装していきます。この塗装は適当にすればするほど良い雰囲気に仕上がると思います。ジオラマが茶色と、明暗のあるグレーの3色になっていれば OK。最後に黄色の塗装を行います。少しドライブラシ気味に塗料をつけた筆で、ジオラマの岩を塗装します。この塗装も、先ほど塗った茶色やグレーを塗りつぶさないように、一度塗りで、少し色がつく程度の塗装で済ませます。適当な塗装をすることで情報量が増え、なんとなく雰囲気があるジオラマができると思います。これで全ての塗装が終了です。この後にちょっとした作業をはい。それでは仕上げの作業を行います。私のだけかもしれませんが、このザクはパーツの噛み合わせが緩く、少し触っているとパーツがポロポロ取れてしまうので、瞬間接着剤を使用して、パーツを完全に固定したいと思います。特に足パーツがよく取れるんですよ。さて、この接着作業を終わらせ、ザクを組み上げた時点で艶消しクリアーを吹きます。この艶消しクリアーが完全に乾燥したら全ての作業は終了になります。それでは、完成したチョコサプ、シャー専用ザクをご覧ください。はい。こちらが全ての作業を終え、完成したチョコサプ、シャー専用ザクになります。これは、かっこいいじゃない。作るには多少手間はかかりますが、通常サイズのガンプラに比べると圧倒的に作業量が少ないので、本当に気軽に作ることができますね。この小ささなので3日あれば、完璧に仕上げることができると思います。大物のプラモデルを作っている時の息抜きにぴったりなキットじゃないか。まあ、プラモデルを作っている息抜きに新しいプラモデルを作るというのは、正しい息抜きかどうか少し微妙ですが、短い時間でプラモデルを完成させる達成感を味わえるのはいいですね。それでは、チョコサプ、シャー専用ザク作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チョコサプはあと数個残っているので、また作成動画を投稿すると思います。その時は改めて動画をご視聴いただけると幸いです。次も、ジオンのモビルスーツが来てほしいですね。ということで、さよなら。